ハイベスティー、花だよ。皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、タイトルにもあります通り、私、ハンナは、ブランドを立ち上げることにしました。イエーイということで、今も着てるんですけれども、こちらですね。ちょっともうこの家で、いい感じのアングルがもう本当になくて、いろいろ探した結果、やっぱりこのキッチンの横、ここからライトが当たるっていう、今日は私のブランドのことについていろいろ話そうかなと思って動画を撮っております。これ撮るの2回目なの。この前撮った時、なんか食べながらやったら、顔に色がいろいろついてて、ちょっと、なんかしっくりこなくて撮り直してます。はい。ブランドを立ち上げるのは私は初めてで、これを話すのが本当に楽しみだった。もう何ヶ月も準備してて、やっと撮影も終わって、ウェブサイトとかも作ってとかもう全部の工程が終わって、あとは発表するだけということで、今、満を持して発表しました。ちょっと前にインスタグラムに告知を上げたんですけれども、気づきましたか皆さん。インスタグラム、ぜひフォローしていただきたい。発表する前にも商品をちょっと出したりして、匂わせをしてたんだけど、ちょっと気づいてくれてる人いた。ブランドの名前が HASUA で、ハスアと読みます。ハンナとハスアってなんか似てるから覚えやすいんじゃないかなと思って、もうみんなハスアで覚えてください。ハスアの初めてのコレクションは2026年の8月20日に全世界で購入可能でネット販売始まりますのでぜひぜひ見てください。本当に楽しみ。この動画本当は1週間前にあげようと思ったんだけど、もう明日20日に販売となります。日本時間12時からハスアの販売が始まるよ。世界中から購入することができます。今回はカーディガン、フリル、デニムスカートの3つは予約商品となってて、発送は9月中旬から下旬頃予定をしております。予約商品と通常商品2つの種類があって、同じカートでは一緒に購入ができないから、2つ購入したいときは分けて注文してください。そして今回購入してくださった方には、私が作ったハスアのポストカードも一緒に入れます。私のお手紙が印刷されてカードになるので、ぜひぜひ受け取ってほしい。もうすでにウェブサイトはオープンしてるので、ぜひ見に行ってみてください。今回のウェブサイトマジで私一番可愛いんじゃないかってくらい可愛くて、まずフォントがちょっと懐かしい、若干画質悪いみたいな感じ。よく見たら若干画質悪いの。そういうのとか、なんか昔の知らない人のなんか2013年のブログとか、今最近のやつでもいいんだけど、ノートとかブログとかアメブロとか、そういうなんか知らない人が書いてる文章とか、なんか食べたものとか見るの結構好きなの。それを再現してみたいなと思って、ハスアではコンセプトごとにブログを更新していく予定なので、それもめちゃめちゃ可愛いからマジで見てほしい。で、このコンセプト写真も全部私が撮って作ったんだけど、ハスアのカラーとか雰囲気はこの写真で伝わると思うからぜひ見てほしい。CD ジャケットとかいろいろ作ったんですけど、これは発売するものではないです。でももしかしたらあるかもしれない。これは私の趣味。今回のシーズンのテーマをもとにいろいろ作ってみたから、ぜひ見てみてね。まずね、私の活動の初めの話からちょっとさせていただくんですけれども、私もともとイラストレーターになりたくて活動を始めたのね。私の両親がアート系のお仕事をしていて、そこからずっともう絵描いたりして、フリーでなんか自由にお仕事したいなと思っていたの。そこから学校に入ってイラストレーターになりたいなと思って、その時18歳の夏ですね。つまり3年前の夏になんか活動しないといけないなと思って SNS でイラストの活動を始めたの。その頃はインフルエンサーになって YouTube でこうやって話したりとか何かするとは全く思ってなくて、イラストをやろうと思って始めていて、そこから1年半年くらい続けてフォロワーが結構増えてきて、じゃあもうこれ学校辞めて集中するタイミングだと思って学校を辞めたんです。でもフリー何もない。バイトも辞めてて、もう本当にどうしようみたいな状況になったから、YouTube とか始めて、YouTube とか SNS イラストで発信してること全部は世界観とか考え方を伝えることが軸にあって、私の考えはどのコンテンツでも変わらないから YouTube でも発信できそうかなと思って自分で顔を出して、もう超緊張して始め誰が見るのとか思いながら顔を出しまして YouTube 始めて、Instagram とかも始めて、自分自身の活動を始めたのが2年前の2024年、でそこから1年間ぐらい YouTube を頑張ってみて、イラストを始めた時からいろいろ夢はあったんだけど、まず一つが本を出すことだったの。去年エッセイ本を出しまして、もう本当に嬉しかった。
叶うのと思って、本を出してからの次の夢が自分のブランドを作ることだったの。自分のアイデアとかデザインとか世界観含めてブランドという形で作って、なんか商品が物に残るじゃん。物として世界に残すってめっちゃ貴重だなって思うから、それをしたいなと思って、ずっと夢として掲げてたことなんですけれども、ついに21歳、ハンナ、2026年、ブランド立ち上げます。よろしくお願いします。はい。なんか服をただ届けたいんじゃなくて、私の考え方とか世界観含めてみんなと一緒に楽しんでほしいなと思ってるので、もう参加型です。参加してください。お願いします。はい。なんでハスアにしたかっていうと、名前はハスの花から取ったの。ハスは泥の中から花を咲かせるじゃない？泥に染まらず自分らしい花をこうやってグググググって咲かせてるんですね。私今東京に住んでるんだけど、上野公園にハスのね、池があって、すごく綺麗なハスが毎年見れるんだけど、今年見に行ってきました。朝5時に起きて。その Vlog を今度あげるから、また発信するんだけど、そういった感じで、今ハスの旬の時期なのね。私たちも毎日勉強だったり、将来のこと、人間関係、不安なこととか、いろんな悩みとか考え方とかもいろいろあるじゃない？その中でも自分らしい花をハスのように咲かせたらいいなと思って、その姿に惹かれて、私はハスアという名前を付けました。これは日本語だから、英語圏の方とか発音どうなんだろう？すごい全く考えてなかったんだけど、ハスアで、はい、母音読みでお願いします。アパレルブランドというよりは、ライフスタイルブランドみたいな感じにしたくて、私がね、もうずっと言ってたけど、イラストをね、描いてるんですけれども、今も描いてるんですけれども、イラストのグッズとかを出したいし、パジャマとか、ノートとか、あとマグカップとか、そういった、なんかもうちょっとみんなの生活に密着するようなものも、これから出したいなと思っていたいろいろ作戦を立てて、今動いてる最中なんですけれども、今回のシーズンでね、出したやつちょっと見せるね。やばすぎ。今冷蔵庫のところに貼ってあるんだけど、ちょっと待って、これを見せる。はい。お守りです。ダサいと思ってないよね。これめちゃめちゃ可愛いから。お願いします。ハスアってカタカナで書いて。後ろは、ハチちゃんと、ハーベスティーでここにハートがあって、星とかあって。みんなのお守りになってほしいなっていう思いがあって、なんかいろいろ普段さ、一人でカフェに行くとき、旅行に行くときとか、学校に行くとき、友達と遊ぶとき、勇気が出ないときとか、不安のタイミングって絶対出てくると思うの。私も本を出したいなって思った頃、なんかもう本当にもういろんな会社に電話かけまくって、会社が来ていいよって言われて、行ったときめっちゃ緊張したのね。そういったときに私のお洋服が、なんかみんなの心のお守りになってほしいなという思いで、込めて作ったんだけど、お守り作っちゃいまして。他にも頑張ってる子がいるとか、そういう風に思ってほしいなと思ってる。私はね、見ての通り、一人でめっちゃ、もう頑張って、全部編集も一人でやって、こう絵とかね、全部描いたりしてるんですけど、結構一人でやることがもう必然的に多くなってるんですね。で、私以外にも私みたいに、こうやってもう孤独で頑張ってる子めっちゃいると思うの。で、一人で頑張ってなくても、不安な日とかは必ずあると思うのね。そういう時に、なんか私のこととか、私のファンの子たち、私の仲間の子たちのことを思い出してほしいなって思ってるの。私以外、全員なんか楽しくて私だけが孤独なんじゃないかって、なんか世界が狭くなっちゃうんだけど、世界中で頑張ってる子は本当にたくさんいるから、ちょっとこういうのをね、カバンにつけたりなんかして、いろいろ大丈夫大丈夫っていう風に心のお守りになってほしいなと思ってお洋服を作ってるし、こちらも作りました。このお守りのコンセプトは、温泉を私行くの好きなんだけど、温泉旅館に行くときに、なんか旅館に謎のなんかショップあるじゃん。あそこで売られてる謎の、ご当地のお守りみたいな、そういったイメージで作らせていただきまして、これはわざとです。はい。このフォントわざと選んでます。これ刺繍なのね。これ全部糸とか一個ずつ作る感じなの。これブックがあって、この刺繍でこの色とこの色とこの色にしますってこう出てきたら全然色違くて、じゃあやっぱこの色とこの色にしますって、もう一回戻して、でまた違うみたいなやつをいっぱい繰り返してできたものだから、もう本当にみんなに届けたい。チーズ見てないんだよな。ハスアにはモチーフが3つあって、1つ目がハスね。これさっき言ったやつ。で、2つ目がクローバーです。これここにもあるんですけど、で、この色もなんかクローバーっぽい感じ。クローバーはやっぱ
ぱり幸せの象徴だし、お守りの象徴だから、クローバーは可愛くてもうずっと好きなので入れました。そして3つ目がミツバチ。私のね、ファンの名前がビーズイっていう名前で、これはもう2年前ぐらいに決めたやつで、私のインスタグラムのユーザーネームの後半にあるやつ。で、ここの B がミツバチのことで、ミツバチは幸せを届けるって言われてるし、私にとってミツバチってすごく縁のあるものだから、ミツバチもつけた。今この動画撮ってる時は、まだ若干調節中っていう感じで、お洋服届いてなくて、これしかないのね。で、これ着てるんだけど、これもまだサンプルの段階で、まだちょっと調節があったんだけど、街で歩いて、ショッピングモール一周しても見つかんない時とか全然あるぐらい、私の好みとトレンド、今のトレンドが全然違うっていうか、見つからなかったりもしてて、昔のクローゼットにあったようなお洋服を目指して作ってます。古着みたいな空気感で、これもね、切りっぱなしだったりとかして、少しレトロでガーリーな感じ。で、子供の頃に安心感があったような、お洋服たちを大人でも、着たいじゃん、やっぱ。子供服って結局めちゃめちゃ可愛いの。メルカリとかで検索して、可愛いと思って画像検索したものが、実は120センチで子供服だったみたいなことがすっごいあったりとかして、自分の思い描くデザインの服がなかなか見つからないから、今回は自分の好きなお洋服を作ることにしたの。例えばこの T シャツで言うと、まず私ボートネックが大好きで、ここにちょっとスティッチがあって古着っぽい感じ。生地全部違うの。で、これは、フォントは私が書いたやつなんだけど、私はお洋服を着るときにもう一番大事なのが、もうパッと着てパッと出れることなのね。もうコンビニとかも行きたいし、公園も行きたいし、散歩も出かけたいで、友達とも遊べるし、家族とも旅行に行ったりとかできる。いろんなシチュエーションで、一着で済むようなお洋服を作りたくて、気軽な日常のお洋服としてこれは着てほしいなと思ってる。カジュアルなお洋服は結構いろいろ売ってるけど、でも私にとってはシンプルすぎて、みんなと被るし、白 T 大好きだけど、白 T だけだと被るから、若干こういうポイントとか色で、今っぽい、今の女の子たちが着てるような感じにしたいなとか、いろいろ調節したいことがいっぱいあって、適当に普段着れるけど、可愛いお洋服を目指してます。お洋服がありすぎて、探すのがもはやめんどいみたいな感じで、私はもう週5日同じジーンズみたいな、そういう感じになってるんだけど、やっぱりみんなも時間ないと思うの、結局。だから服探すのめんどくさいじゃん。で、私のお洋服、例えば今回は T シャツとかジーンズとかワンピースとか、バッグとか出すんだけど、T シャツ1個、ジーンズ1個、パッってきて、もうベッドにポンって投げて、着るみたいな。3秒で足りますっていう。だけど、おしゃれに可愛くなれるのが本当に理想だから、これからもそれを目指してどんどんお洋服作りをしていく予定です。今シーズンのテーマは好奇心を取り戻すということで、昔ね、もう何の目的もなく外歩いてたりしたじゃん。あの頃ってもうちょっと感受性が豊かで、いろんなことを見つけられたりとかできたなと思って、その時代を思い描きながらお洋服を作ってたのね。みんなと会えるイベントも計画してるので、もう本当にみんなと会いたいです。もうみんなのメッセージ聞きたいし、着てる服を見たい。私が前にお洋服をね、コラボで出したことがあるんだけど、その時のお洋服をね、着てる子街中で私見かけたことないの。だけど私の友達は電車で目の前で私のバッグ使ってる子とか見たりとかしてて、羨ましすぎと思って、私はもう街でもう見かけるのが目標。私は日本の他にも海外の方たちも結構視聴者の方でいますので、もうみんなに届けたい。最終目標は世界ポップアップツアーなんだけど、だけど、一旦、近くの国からちょっとどんどん行こうかなって感じで、まだシークレットなんですけど、はい。絶対行きますので、待っててね。私は今東京にいるんですけど、皆さんどこですか？はい。どこですか？私の想像もしないところで聞いてくださってる方もいるんじゃないかなと思いますけれども、もうそんなみんなにもう平等に届けたいなって思ってるので、私のこのお守りをみんな受け取ってくれたらいいなと思ってるよ。来年どうなるの？私、マジで気になる。でも、私はもう想像しながら寝てるので、いつもお祈りしながら。はい。
こうなりますように、みたいな。割と、私は言霊信じてるタイプなので、結構、願ったりとかしちゃってます。みんなのことも願ってる。写真もすごく可愛いものとかがあるから、それもぜひ見てほしい。私はこれからも好奇心を忘れず、初心を忘れず、自分の世界観をね、ちゃんと作れるようにみんなに届けたいなと思ってます。少しでもね、共感してくれたらぜひ、このハッサーを見てください。みんなも一緒に好奇心いっぱいの毎日を一緒に歩いてこう。ありがとう、見てくれて。ハッサーオフィシャルのインスタグラムをフォローしてほしいのと、随時ね、いろいろアップするから、YouTube だと、時差が起こるので、SNS お願いします。じゃあみんなもご飯食べて、私はもう最近徹夜がすごいんですけど、寝ますね。じゃあみんなもご飯食べて、ゆっくり寝て、明日も頑張ろう。見てくれてありがとう。またね。ファイナでした。バイバイ。なんでこんなに荷物が多いのかわかんないんだけど、気づいたらこんなに大荷物になってまして、もう取り返しがつかなくて、もうこのまま行くことにして、今電車に乗ってきたからもう大丈夫。